は、言語文化教育研究学会アリスの、ディアロゴ、第2やっぱり後悔しない方がいい。あれ、今、稲垣さんいらっしゃらないんですね。いや。はい。じゃあ私が、はい、やります。皆さんこんばんは。これはディアロゴの第2回で、今日のゲストは BJ Fox です。BJ Fox、イェーイ Hello everyone、こんにちは、こんばんは。こんばんは。BJ Fox です。ありがとうございます。これはディアロゴを引き受けてくださって本当にありがとうございます。感謝します。はい。で、こちらこそ楽しみにしてます。very good。今日は英語と日本語両方を使いながら、はい、進めていけたらなと思っているんですけど、まず BJ Fox ってどういう人なのかっていうことを知りたいんですね。So can you tell us more about yourself? I mean, hi Midori, I read about your background on Wikipedia, and I read about you. There's this homepage, or is it YouTube? I mean, you have lots of videos. That's your personal website, is it? Yeah, okay. Please tell us something about yourself. Okay, I'm 41. じゃあ日本語で言います。40歳。はい。一応、アメリカ生まれなんですけど、イギリス人。で、現在東京に住んでいます。説明しますと、普通イギリス人でしたけれども、大学卒業し、1年間日本に留学して、そして卒業したら2年間ワーキングホリデー、英会話先生的なワーキングホリデーをやったんですけど、そして普通にイギリスに帰って就職して、ほぼ15年間、ビデオゲーム業界で仕事してきましたけども、その中には、まずロンドン、そしてシンガポール5年間、転勤という形で、そして2015年、その前、全然前職前の会社、またの転勤という形で、また日本にやってきました。8年前、2015年でした。その YouTube とか、その Wikipedia はそういう純粋、通常の仕事の話ではなく、2013年、シンガポールに住んでた時に、少しスタンダップコメディやりたくなってきて、普通に、オープンマイクという、飛び込み参加、若手芸人が誰でも参加できるような、草ライブみたいな感じ、参加させてもらって、そこから、本格的にちょっとハマっちゃったということでしたけども、そして2015年こっちに来て、また東京にそこまで英語で、スタンダップコメディするチャンスがほとんど、なかったんですので、自分、自らライブを企画したり、そこから、運が良くて幸せなことに、どんどん新しいオプチュニティ、テレビ番組も4年間企画、主演もやらせていただきまして、その他に、最終的な形になったのは、去年、稲垣さんの旦那さんと共に、東京コメディバー日本の初のスタンダップコメディクラブをオープンしました。はい。そして、日本人と結婚して、2人の3歳と半年の娘います。はい。東京コメディバーってどんなバーですか？どんなことやってますか？毎晩、ほぼ英語で、スタンダップコメディライブを開催してます。はい。日本語でもやるんですよね、でもね。日本語は、できるだけ、正直日本語の数を増やしていきたいんですけども、まだまだ難しくて、基本的に毎週火曜日の夜は日本語のオープンマイク、誰でも参加できるような、その若手スタンダップコメディを育てていきたいという気持ちで作ったライブ毎週やってますし、そして月1回、もう日本語のちゃんとしたコメディショーを開催してます。はい。で、BJ フォックさんって、スタンダップコメディの養成のコース、コメディを育成する仕事。そう、はい。ほぼ、月1回ぐらいでも別に特定な決まったスケジュールではなく、ただ妻が実家に帰る
時に合わせてやってるんですけど、週末に、10人ほぼ、新しい希望者を集めて、そういう。あれは、ただ、なぜやってるかというと、まずは、そういう教える。僕にとっては、スタンダップコメディの出会いが本当に奇跡的な出会いでしたし、どんな本当にいろんな意味で、いろんな学び、知見、気づきが、スタンダップコメディを通じて、本当に恵まれてきたと思います。それ一つ気持ち的に。そして今、東京のスタンダップコメディの一つ持ってる課題としては、実際に話題取れるスタンダップコメディアンが正直少ない、人数が少なくて十分ではなく、今なかなか、ショーのスケジュールと実際にできる人数が今バランス取れてないところがあって、どんどん新しい人、育てていけないと僕は毎晩いないといけないから、新しい人を育てていきたいです。私、教師ですけど、教師にも笑いが必要だな、ユーモアが必要だなってよく思うので、一回ワークショップとか出てみたいっていうか、どういうふうにしたらジョークを言えるのか。本当に、特に私が今やってるコースは、一応、スタンダップコメディ入門として、出してるんだけど、どっちかというと、ただ、パブリックスピーキング、どうやって笑い取ってる。笑い取れれば、みんな注目を引けるような話術、それだけです。先ほど、スタンダップコメディを通じていろんな出会い、奇跡的な出会いというふうに言い方したんですけど、そういう意味で、多分スタンダップコメディやってるこそ、私の本格的、今、他の仕事をやってないんですが、前のキャリアを本当に同時並行にうまくいった。そのホームスイート東京という番組4年間やらせていただきました、NHK で、企画して全部その企画を持っていきましたけれども、多分スタンダップコメディ、その笑い取れる、どうやって知らない人に説得できるのか、今全然面白い言い方してないんだけど、多分笑い入れた方が、どんどん人の注目を取れる。だからイギリスの政治家とかボリス・ジョンソンは何も中身がないんだけど、笑い取れるから、総理大臣になれるわけです。はい。なるほど。すごくこれ面白いなと思うんですね。っていうのは、私自身も主にやってるのを教えてるんですけど、クリティカルペダゴジーをやってるんですね。Critical pedagogy, which means we talk about how unequal power relations they are sustained and maintained through language っていうようなことをちょっとやってるんですね。そうすると、だからすごくね、授業が重くなることがあるんですね。で、ほら、学生は割と若い人たち、20歳とか23歳までの学生が多いので、そうするとすごく重い雰囲気が流れるので、時々すごく大事なテーマだけれども、その大事なテーマをもうちょっともうちょっと軽く、I would like to sort of, introduce in a lighter manner. そういうのって可能ですか？可能です。特に日本では、たまに思うんですけど、重いトピックは冗談言えない。逆に日本のイギリスのテレビは、大体そのニュースを面白く紹介するようなコメディ番組あるんだけど、でも逆に面白く紹介するので、若者も見てくれるし、これ、What's generalization Japanese? 一般化、多分、大きく言い過ぎで申し訳ないんですけど、日本の若者の、政治的な全体的な知識が非常に低い、私がために思います。逆にアメリカ人、イギリス人は割と高い。別にそこまで関心が持ってるわけじゃないんだけど、何気デイリーショーとかそういう番組、本当にデイリーショーというアメリカの番組、7-11じゃなくて、9-11のそのテロ事件の翌日にでも笑いにしてる。あれは不謹慎だなと思うかもしれないんだ。でも逆に、丁寧にお笑いとってみんなにしてもらって、あとやる意味でストレスの解消にもなるかもしれないんだけど、トラウマの解消になるかもしれないんだけど、多分どんなテーマでも面白く、ライトに紹介できると。もちろんそのテーマをバックにしてるわけじゃなくて、ただその
そうですね。表現のやり方、はい、できる気がします。はい、でそれを例えば BJ Fox の、養成講座で学ぶことって可能ですか？はい。はい。Because まあ、実は、はい、今、裏技英語というポッドキャストもやってます。裏技英語という、まあ、多分おそらく日本の一番人気のビジネス英語ポッドキャストをちょうど先週200回も迎えました。おめでたいことに。あれは、まあ、コメディを通じて、まあ、少し外資系でどうやってうまく、まあ、なんか特に日本にはもう、まあ、英語話者バイリングルで、もうテキサス大学で MBA も獲得して、でも、ああいう、外資系に入るとなかなかうまくいかない。なんか英語がわかるんだけど、読み書きができますけども、まあ、海外の本社との掛け合いで必ず負けてしまうような日本人が、まあ、一緒に何回も何人とも一緒に仕事してきました。まあ、その人のためにそのポッドキャストを作ったんですよ。どうやってうまく英語を活かして仕事できるような。というプラスアルファの延長線で、いずれヒューマーをどうやってネゴシエーションに使えるのかというコースを作りたいです。すごいいいですね。すごくいいですよ。これね、なんかすごく受ける。なんかおそらく私もなんていうのか、ヒューマーが足りないんだなっていうふうにすごく思うんですよね。特にシリアスなテーマだと、もうちょっとヒューマーがあると、それが若者にも分かりやすくなるし、みんな食いつくじゃないですか。今ね、シリアスなものはシリアスのまんましているので、very boring. Yeah, it's like, I think levity という言葉ある。levity. I think あれは、なんかライトという、levity 今ちょっと歩くさんで調べます。あれはlevity。levity って何ですか？ I'm just gonna look it up. まあ、軽さ。でも言い方、ちょっと、軽率。そういう意味じゃないんですよ。言いますか。でも、なんか、重いテーマをレベティで紹介できる。ライトで紹介できる。そして、それをバカにしてるわけじゃなくて、ただ、ライト。はい。ということを、ちょっと、まあ、いずれコースにしたいです。東京コメディバーがちゃんと軌道に乗ってから。安定した軌道に乗ってからやります。中山さんから質問で、ちょっとね、中山さんから質問なんで、お願いできますか？はい。話してください、中山さん。BJ フォックスさん、こんにちは。こんにちは、中山さん。はい。はい。ちょっと伺いたいと思ったんですけれども、BJ フォックスさんが日本のスタンドアップコメディとか、それからお笑いの世界について、どういうふうに思っているのかっていうのを、例えば、イギリスと比べてとか、どういうふうになんか思っているのかっていうのをちょっとお話聞いてみたいなと思いました。お願いします。じゃあ少し順番的に答えします。まず日本のスタンドアップコメディは特殊なものです。なぜか、なんか今なんか日本スタンドアップコメディ協会みたいな団体もあるし、僕は全然関わってないんですけど、室本大輔という、まあ、元ウーマンラッシュアワーに、まあ、漫才コンビ、に入ってた人もいるし、大体日本ではスタンドアップコメディイコール政治的なネタを取り扱うもの、そして今発信してる。まあ、結構そういう人たち。まあ、政治的なネタ、そして下ネタ、少し普段テレビに出せないようなネタはイコールスタンドアップコメディ。まあ結構そういうふうに発信してるんですけど、正直僕はそれは全然賛成じゃなくて同じ意見ではなく、スタンドアップコメディと漫才はもともと同じ。ただ、2人と1人だけ。ただ、そういう人たちが普段テレビに出せないお笑いのネタは、まあ、別の形でスタンドアップコメディを読んでるだけだと私が思います。逆に困る。日本人がスタンドアップコメディイコール政治的なネタと
下ネタばかりというふうに思って、そしてうちの英語のライブに参加しに来るんだけど、とんでもない下品とか、とんでもない政治的イコールアンチ中国とか、そういうネタやってくる人が多くて、でもそのスタンダップコメディだからいいじゃないみたいな態度、そして僕は普通にあるあるコンビニに行ってきたようなあるある的なネタばかりやってるんだけど、ちょっと正直困る。日本の笑い、あまり見たことがない。正直に言うと、M1、2回も参加させていただいて、M1 その吉本じゃない、漫才の、なんていうコンクールみたいな、レースみたいな、賞レースみたいな、2回も参加させて、ただ経験として。でも最終的に一緒。多分難しいところは、スタンダップコメディお笑い、一番違うところ、イギリスと比べると、日本人だと、まずは2つ。まずは、お笑いやりたい場合は、まず、養成所に入らないといけない。学校に行って、資格わかんないんだけど、エージェンシー、事務所に入ってからコメディアン。逆に、海外の場合は、イギリスの場合は、まずオープンマイクからスタートして、誰でもできる。そして面白くなってから事務所に入る。みたいな、ちょっと順番が違う。間違いなく見たことなんだけど、もう自分が養成所に入って全然笑い取れないような、でも、紙上、オンペーパー、コメディアンと言えるような日本人がいると思う。そういう芸人がいる。逆に、大体イギリスの場合は、みんなオープンマイクやって、もう事務所に入ってれば、もうすでにその実績があったから、笑いの取れるような実績があってから、事務所に入れるわけで、そういう一つの違う点。そして、海外の場合は、みんな幅広い。基本的に日本のコメディアンは18歳からコメディアンでしょう。なんか、大人の経験なく、仕事の経験なく、ただコメディアンの世界しかわからないような人ばかりだと、思えるかもしれない。逆にイギリスの場合は、50歳になって引退して、じゃあコメディになりたい人もいて、普通にもしよければ有名人になる。コメディで食えるように、食っていけるような、人生をくれる。それ一つ。もう一つの違う点としては、日本コメディアンで生活していきたい場合は、多分テレビが唯一の目的。テレビじゃないと、なんかライブだけで食っていけないと思います。だからみんなテレビに目指したい場合は、じゃあテレビにフィットするようなネタ。フィットするようなネタは、短くてシンプル。北海道のおばあちゃんたちと沖縄の若者でも分かるようなネタ、通じるようなネタじゃないとなかなかフィットしない。一発ギャグ、短い枠に入れるような、そして、村本さんみたいに、いろいろトラブルがあったんだけど、スポンサーが気に入ってくれるような、少しエッジ、尖ったようなネタであれば、スポンサーが文句言うから、そういうことをずっと頭の中に、配慮しつつ作っていかないといけないんだけど、イギリス、アメリカ、特にアメリカの場合は、別にテレビ、露出なくても、普通に、なんかロンドンだと、毎晩3回ぐらいのステージに立ってる。それだけでもう本当にリッチな生活をくれるから、別にテレビが、なんかテレビの広告主、プロデューサーたちは何を思っても別にどうでもいい。そして順番が変わる。そのパワーバランス、が変わってくると思います。だからでも、M1 参加して、そして自分の出番が終わったら普通に客さんとして見て、あれはほとんどのネタが普通に書き換えると僕は多分スタンダップにできるし、私漫才としてコンビとして出たんだけど、ただ私のネタをなんか掛け合いボケツッコミ的に書き換えて友達と一緒にやっただけです。普通に、負けたけど。ロンドンってすごいライブハウス多いんですよね、スタンダップコメディできる。いや、ライブハウス多いし、そして普通にパブのなんか2階、そういうルームがあって、土日は、金土は、ちゃんとしたショー、そして月曜日にオープンマイクやってるところが多くて、結構多い。でもどんな街でもそういうコメディフィエーター、そして普通に
イギリス人の若者が、じゃあ、今日はコメディ見に行こうか、なんか飲みながら。あれはもうその習慣がない日本には、なんか日本のお笑い見に行くと、大体笑いマニアックのおじさんと若者の女性。なんか日本の海外の場合はみんななんかビール飲みながらワイワイするんだけど、日本の場合はそのショーが土曜日の3時、お昼ぐらいにビールではなくそう顕微茶みたいな感じが多くて、ちょっと雰囲気が全然違います。はい、なるほど。ありがとうございます。はい。えちゃさん。はい、あとですね、私はなんかその日本のお笑い好きなんですけど、ただずっと見ているとね、なんかすごい、同じようなことの繰り返しに思ったりするんですね。で、それが一点と、もう一つは私はその日本のお笑いでは、なんかすごいね、すごいステレオタイプを助長するようなお笑いが多いように思うんですね。だから例えばなんですけど、なんかあんまり、誰かの見た目、容姿をからかったりとか、そういうからかうことで笑いを取る。はい。それが結局ルッキズムにつながったりとか、あるいは、そういう〇〇人は〇〇だよねっていうような、そういうことを笑いのネタにしすぎるっていう、だからそこからね、出てきてないんですよね。つまり多様性がない笑いには。私はそう。いや、僕はそこまで見てないんですけれども、ちょっと仮、そしてアイデアとして答えさせていただきます。まずは、したので、似たようなネタしないといけないと。自分が思うか、それとも言われる、プロデュースには。今、映画は全部一緒でしょ。どんな映画でもスーパーヒーロー。ただ、じゃあ、スパイダーマン、ベンジャーズがうまくいってるから、じゃあ、バットマンも出しましょう。多分メディアはそういうもん。ちょっと、その中には、多分お笑いの中にでも、毎年、誰か、じゃあ、ちょっと自分なりのコース、村本さんみたいに、ユリアン・レトリーバー的な、自分なんか個性のあるような人が、自然に渡辺直美なんか出てくるでしょ。なんか少しシステムから抜けられるような存在が出てくるでしょ。多分なんか日本人だからそういう笑いがあるわけじゃなくて、そういうシステムがあるからその笑いにしてる気がします。それ一つ。そしてもう一つ、ステレオタイプとか、なんかディープ、本当に全体的なジェネラリゼーションに活かせるような、うちもそう。東京コメディバー。なぜかというと、今、東京コメディバー一番、総客とか集客以外の課題以外に、一番抱えている問題は、客さんがバラバラすぎて、日本人、在日外国人、インバウンド、そしてインバウンドは必ずしも欧米、英語圏の人というわけでもないし、ブラジル、台湾、本当に、そしてみんな、じゃあ10分で、その10分のネタだけで、どういうなんかディープな話はできない。じゃあ全体的に誰でも分かれるような、じゃあ日本人イコールです。もちろん日本人、みんなじゃない。そうでもない。なんか全てイギリス人は紅茶は飲めないと分かってるのに、じゃあイギリス人イコール、ショートカット的に言わないといけない。簡潔、コンパクト。で、言わないといけない。今、うち、最近、稲垣さん分かってると思いますけど、最近、東京コメディバーに、ショーの数を倍にした。なぜかというと、観光客が嬉しいことに、半分ありがた迷惑、観光客が多くて、そして日本のこと全く分からない。そして、少しでもいらっしゃいませ、ユニコという話を触れると、引いてしまう、分からなくなる。なんか面白い。日本人にとっては六本木がおしゃれなところ、六本木ヒルズ、東京に住んでいる外国人として六本木がちょっと危ない飲み屋、インバウンド的にはただタイムスクエア的な賑やかな、みんなそれぞれの見方が違うので、その六本木というネタが成立されない。だから、みんな、本当にジェネラリゼーション
を取り使わないといけない。もしかして日本のテレビのお笑いもそう。じゃあ、先ほど沖縄から北海道にかけて、みんなわかる。じゃあ、外国人。もちろん、イギリスは、スコットランド、イングランド、4つの国、みんなそれぞれの個性もあってるし、これも国民性、国民性の中でもみんなバラバラなんだけど、分かってるのに、じゃあ3分のネタでそれを多分取り扱うのが難しいから、イギリス人が紳士。そういうステレオタイプを議ジョークにして、今、中山さんから質問ありますけど、なんとか人っていうその英語圏、エスニックジョークってありますよね。それを難しい。非常に難しい。非常に難しい。うまくやらないといけない。難しい。難しいでしょ。はい。やってる。僕は普通に。あまりになんか自分のネタの中ではやらないんだけど、どっちかでやるとしたら、日本、少しからか、それともイギリス人は自分だから言えるような。でもたまにその客さんいじりやってる中には少しここまで言っちゃっていいかどうか。でも逆にその人がいるから、その人が笑ってくれると、みんな他のお客さんがじゃあなんか例えばフランス人をバカにしたら目の前で。でもでも難しい。ミスしたらすぐに一星のレビューが出てくる。私、BJ フォックスのコメディ見てて、すごくそのバランスがね、すごいうまいなと思って、政治のネタをあんまり強烈にはやらないでしょ、BJ。いや、やらない。それ、政治のネタはやらないようにしてるんですか？それとも、あえてあんまりやりたくないんですか？どうなんですか？でも逆に誰のためにやる？なんか、例えば、なんかその国際的なオーディエンス、多様性あるようなオーディエンスの中には、ボリス・ジョンソンの話する、多分しない方がいい。みんな、そういう人いたっけみたいなリアクションだけ。そして、さすがにみんなわからないから、ライトを取り扱わないといけない。日本の政治について、そっか。違う。岸田さんなんか普段僕はそこまでフォローしてない。そしてオーディエンスもフォローしていない。ちょっと難しい。別になんか判断、そういうなんか戦略的に避けてるわけじゃなくて、ただ僕のほとんどのネタ、ちなみに、ただ普通の一般の会話ですぐ笑わせて、それをステージで使いそう。それだけ。普通に、それだけ。でも、この間、でも、それ変な話なんだけど、この間のネタで少しだけクレームが来たんだけど、AOT、僕が初めてワーキングホリデーしたときに静岡県に発見されたわけです。もしかして緑そのネタ見たことあるかもしれないんだけど、なんか20、30年ぐらいの AOT、英会話先生たちが、もう静岡県200人ぐらいの校長先生、局員、その関係者の前で自己紹介するような場面があって、言い方としては、優しく言うと、外国人のアイドルグループの総選挙みたいな感じ。ALT48、冗談、オチ。厳しく言うと、現代の奴隷一番。という言い方してしまったクレームが来た。奴隷一番。という言い方は多分、例えしない方がいい。強く来ました。どうしてしない方がいいっていうクレームでしたか？多分、アフリカンアメリカで、その奴隷の歴史をちょっとライト、軽く使わしてる、なんか利用してる、なんかお笑いに。正直僕は、クレームが正しいかどうか正直わからないんだけど、でもみんなそこまでセンシティブ。僕からすると何でもないような、ただ現代の奴隷、普通に笑い取れる、そのライブ。それどういう人からクレーム来たんですか？現代の奴隷一番クレーム。スウェーデン人。それ本当にデリケート。非常に難しくないですか？そうしたら、お笑いも非常に難しいですよね。難しい。そして難しくなってる気がする。みんなそれぞれの視点。最終的にお笑いは自分の視点で言わないといけないから、でもある程度じゃあ、
みんな白人だけじゃないよ。みんな LGBTQ はそのマイノリティのボイスを出さないといけない。ちょっと難しい。でも、ある、なんていう、対策、そこほど対策じゃないんだけど、できるだけ、まあ、単独ライブの場合は、まあ、申し訳ない、イギリス人だけになるんだけど、その、普段のライブだと僕だけじゃなくて、もう5、6人ぐらいのコメディアン。まあ、それをなんとなく多様性。じゃあ、特に日本だから、その観光客向けたようなライブでは、日本人の誰かをステージに立ってもらう。女性ももちろん。そして、まあ、少しだけ、僕のネタは、まあ、イギリス人の視点なんだけど、全体的のライブの視点は、まあ、多様性を保っているようなものに、まあ、できるだけしようとしてます。でも難しい。あと、最終的に人生もそうなんだけど、何をやってもクレームが来ると分かってきた。みんなに気に入ってもらうことが無理です。諦めてる。無理です。AKB48 ではないので。Yeah, it's just like, it's fine. It's fine. It's something I really definitely want to ask you now that I've heard your story. Yeah. If you were in England and doing stand-up comedy, how would your comedy be different? つまりイギリスでもしこのコメディをやってたら、それはどんな風に違っていたと思いますかっていう質問です。Actually, I think it'd be the same. Oh, okay. I think So it's you will not be, you will be asking the same questions. You would be not talking about politics and not talking about. Oh, okay. I think it'll be the same. I think because what I've discovered over time, so I'll answer this one in English, is in the end, what is funny comes from you. I don't decide the jokes, I don't think. I think the jokes just come. And obviously I want, like if I was in England, I'm not going to be talking about a Shizuoka Kyokuin Kyokuin no Senkyoみたいな. I won't do that joke. But that's the joke. That's the packaging. The humor, I think, would be the same. I think I don't decide it; it just comes. Yeah. Okay. Yeah, and I realize that now because sometimes I worry I haven't got any more jokes, and I just realize they just come. They just like you. I see something in the world, it makes my wife laugh. I can use that, you know. And I think had I been in England and maybe married to the same lady, you know, it would just be, instead of being about a Japanese convenience store, it'd be about an English supermarket. And the joke would be different, but the kind of rhythm would be the same. Yeah. Okay. 日本でやってもイギリスでやってもそんなにジョークの質は変わらないっていうか Yeah. And actually, that's what the one thing I don't like so much, I really disagree, and I get 結構言われる。日本人と笑うツボと外国人の笑うツボが違う。I totally disagree with that. それを話を聞きたかったんです。その笑いのツボってやっぱり一緒なんですかね、どの言葉でやっても。Well, I think actually I'm a good example. My jokes are identical in English and Japanese. 本当に例えば何かやってみてください。どんなところジョークがアイデンティティが。Well, like that Dore Ichiba joke, you know, I do the same joke. Well, here's a difference. I probably wouldn't say ALT48. You know, that's a joke that works as a dajare in Japanese, but it doesn't work in English. But not because the joke doesn't work. The math, like jokes are maths. Jokes are formula. I think, you know. But so I couldn't do that. I couldn't use that part. But you know, maybe I could change it to another band or something. You know, ALT9 をイギリスでやるときにはイギリスで有名なバンドにする。Yeah, or maybe it's not a band; it's a different rhythm or something. You know, but I fundamentally, you must have seen my comedy. It is almost identical. It is almost identical. And actually, I don't even write it in Japanese. I just translate it on the stage as I go. Can I ask you one just joke, just in English and in Japanese, in both? Oh God, this is called netahara. This is called netahara. Okay, I'm trying to think of a good joke that works in both. Here's a great example. You know, okay, when I first 2015年初めて今回来日した時に少し飲みすぎた痛風になった。Yeah. Sufu, gout. Yeah, so it was a bit embarrassing. Okay, got gout. So for half a year, なんか半年間ノアルビルで挑戦我慢していた。ノアルビル分かってるでしょう。
アルコールゼロ、カロリーゼロ、楽しさもゼロ. Boom. That's a joke. Okay, that's a very simple joke. Okay. In English, I'll go, yeah, for half a year, I had to drink non-alcoholic beer. You know, no alcohol, no calories, no fun. It's exactly the same, and it would work. And nearly all my jokes work. Some of them I have to cut because I'm like, well, no one's going to get that reference. I would say one thing. Okay, can I say two issues? Two issues with translating jokes. Oh, three issues. One is dajare, which is just hard. It's just fundamentally hard. Another one is 言葉の順番. 順番ね。言葉の順番。Because English is what? Is subject, object, verb. No, subject, verb, object. Japanese is subject, object, verb. And fundamentally, when you tell a joke, 基本的に冗談言うときは、冗談イコール mathematical formula and the 答えは surprise. Yeah, A plus B equals D. A plus B equals D. A and が D, not C じゃなくて。not C. So it's A plus B equals D. Yeah, that's all like, that's fundamentally all jokes, I believe. So Unexpected. now, and one of the key factors is the last thing you say has to be the surprise. 一番最後に言うことが面白い。例えば、give me an example. Okay. Here's an example. In the car was okay, here's a joke. No, this is not a joke, but this is a sentence. The car was being driven by a tanuki. Okay? The car was being driven by? A tanuki. Okay, so tanuki has to come at the end. If I said a tanuki is driving a car, that's not funny. So it has to be at the end. So, like, actually, here's an old joke I used to do. I used to tell a joke about when I accidentally, so 電車、ジョーク半分エピソードあったんだけど、電車に書き込み乗車して、ちょうどドアが閉まるときに僕乗った瞬間に赤ちゃん蹴っちゃった。So I kicked a baby. Okay, that's a story. It happened in Singapore when I jumped on the train. I accidentally, there was a baby there, and I kicked the baby, and I panicked. Okay, that's in English. I kicked a baby, and I get and when I say I kicked a baby, the audience goes, you know, and then and it was fine. You know, すぐに pick up して3秒ルールそれでギリギリセーフだった。Okay, so that's how the joke works. But in Japanese, it would be 赤ちゃんを蹴った。You know, or 蹴飛ばした。And it doesn't work. So it has to be なんか書き込み乗車したらそして蹴飛ばした赤ちゃんを。You know, it has to be like you have to なんか無理やりに。言葉の順番ですよね。Yeah, that's hard. That's hard. That was two things. And also one final thing, I don't know. I wonder about sex, shimoneta. I wonder about Japanese people's reactions to shimoneta. But then equally, I don't have that vocabulary. In Japanese? In Japanese, yeah. You know, and it's delicate, and often it's not just a topic; it's how you approach it. Like in English, so 下変なこと言っちゃっていい? Okay. These are all actually they all mean the same thing, but they've all got 微妙に重みが違う. I can't do.なんか特になんかお笑いでは、you know, その対象が使える。強調と対象, you know. But in Japanese, I don't know the words, you know. And もしその言葉を勉強しても習っても、まあ全体的のその重みがどこにあるか, you know. そういう難しい。Yeah, so なんか半分日本人が下ネタが好きじゃないと少し見てきた限りではそうかもしれないんだけど、でももしかしてただ僕ができないだけ。You know, actually this one thing. でも日本語をよく言ってないからでしょ。そんな会話を日本語であんまりしてないから。Yeah. But also, you know, I always よく外国人、うちのグループの外国人が日本語のスタンダップコメディ挑戦して、
滑る。そしてやっぱり笑いツボが違うねという結論にたどり着くんだけど、おそらくただ面白くなかっただけです。そして日本人のコメディアンがなんか英語でやろうと思えば、滑っては、やっぱりいいわけ。it feels a little bit いろいろちょっと今不謹慎なんだけど、政治的なネタ、なんか結構前の話、なんか憲法の8条をなんか改正しようとした時期があったんだけど、安倍政権、安倍さんが、9条です。9条。なんか発言としては、みんな反対したない、ただ日本の国民の理解度が低すぎて、なんかその自分じゃなくて、国民の理解度が低い。自分ではなく、ただ今回のオーディエンスが違った。あれは全部自分の責任取って、笑い芸人として責任取らないといけない。言い訳、それですね。いや、その延長線としては、室本さん。室本さん、大好き室本、英語がこれカット、下手くそ。うまくない。笑い取れる。なんかなぜか笑い取れる。片言の英語でも、ユリアン・レトリーバーより英語が、昨日一緒にライブしたんですけど、ユリアン・レトリーバー英語で、ユリアン・レトリーバー。ユリアン・レトリーバーね。はい。英語が、普通に会話レベルなんですけど、別に自信満々というわけでもない。でも、半端なく笑い取れるコツ分かってる。国境を超えるような、多文化を超えるような、スキル、エッセンス持ってるあの方。はい。森本もそう。僕も、正直、みどりさんも何回も見ていただいてなんですけど、普通に笑い取れる、日本語で。普通に。もし笑い取れない場合は、おそらく冗談の問題じゃなくて、ただ私は、オレオレ詐欺じゃなくて、オリオリ詐欺、それ発音のミスとか、それとも怖い、微妙に聞きづらい。あと、笑いがテンポ。なんかそのテンポを保ってないといけない。なんか少しだけのミスが入ってしまったら、そのアルコールゼロ、カロリーゼロ、楽しさもゼロのテンポがなくなるから、たまに私の特に日本語のライブは、そのテンポが保つのが非常に難しい。あれはただ笑いの問題じゃなくて、ただ不勉強。なるほど。コメディアンのその言葉のね、言語スキルってどんなのかなって私いつも考えてて、で、今のその BJ フォックさんの話聞くと、それやっぱコメディアンのその笑ってるスキルっていうのは、言葉や文化や、そういう世界を踏み越えて何かユニバーサルな何か人的なものなんです。でもちょっと難しさがあるとすれば、その言葉の順番とかはどうだとか、あとはその下ネタみたいなボキャブラリー使い分け、それをコンテンツしてやるのが難しいとか、そういう難しさはあるにせよ、コアになるところは結構普遍的っていうか、ユニバーサルな。I think it's Puhan, yeah. I think even like Noam Chomsky, isn't Noam Chomsky had the idea of general language. I think it's the same. Yeah, it's like Sandan Ochi. America, is it a bird? Is it a plane? No, it's Superman. Latin was I came, I saw, I conquered. Japanese is Iwazaru, Kikazaru, Mizaru. Japan, America is just do it. 1, 2, 3. Yes, I can. Nihon wa umai hayai yasui. It's all the same rhythm. It's all like a universal thing, in my opinion. I totally agree with you on that, actually. I mean, I think fundamentally, overall is the same wherever you go. I mean, everybody tends to laugh at almost the same kind of things. Of course, the context is different because so this I think it should be. But what do you think is the fundamental reason why people in Japan would say that 日本人との笑うツボと外国人の笑うツボがちょっと違う。What is it that makes them say that? なんで I think it's the same reason why people say やっぱり日本のビジネスが難しいね。日本は違う。ごめん。touch contactless ビザが使えないスリカ。It's a structure that is set up to make people rich. なんか吉本今
言っちゃうんだけど、吉本興業は、なんかお笑いが一緒と言ってしまえば何もメリットがない。逆に僕らがだけ。僕が発信してる誰でもできるよは、多分吉本興業のメリットにならない。だから、everyone just protect where they are. And also, there is, like, ごめん、日本人は自分が特別、島国、特別、国民性がある。どの国でもそういうことあると思うんだけど、逆にみんな一緒は、もう少しカルチャー的に文化的な損になってしまう。But I think, I think, and they tell on TV, they なんか誰かがテレビで日本人と外国人イコール何？僕とリチャー同じ笑い。日本に住んでない日本人じゃないから、ごめん、もしかして日本人かもしれないんだけど、everyone's different. Scottish people and British people, like English people, will laugh at different stuff. They do laugh at different stuff, but it's all cultural. Yeah. ちょっといいですか？はい。どうぞ、すみません。ちょっとすごい今思ったんですよ。だから、笑いのツボとかって言い訳なんじゃないですか、結局。Yeah. だから、100%、yeah. だから、確かに背景知らないと笑えないってあると思うんですよ。だから、例えば自分の友達の面白いこととかって、そいつのキャラクターが分かんないと笑えないじゃないですか。だから、そういうことはあっても、多分、なんか、すごいツボとかっていうとありそうな感じするけど、さっきおっしゃったのは技術の問題ですよね。要するに、先に何言ってこれ言ったらなんか受けるとか、あるいはなんかテンポとか、だから、なんか、なんかよく外国人のコメディアンがたまたま来日して、じゃあうちのステージに立ってもらう。正直嬉しい。新しい声が聞こえるようになるんだけど、でも、なんかアメリカ人が勝手に、ウォールグリーンズってわかる？ウォールグリーンズ。わかりません。It's a shop. It's like a 薬局、松清みたいなところ。それだけ。そして彼がずっとウォールグリーンズの話ばっかりして、もうそう知らないから。薬局と。松清と言っとけばいいんですよ。じゃあ、ちょっとなんか、カットするか、そして分かりやすくするのか。and I'm trying to think of an example は、なんかわざとらしく、説明する。僕の冗談の中では、I can't think of one, can't think. But yeah, just なんかたまにじゃあプラスアルファ、ウォーグリーンズ入れた。でもできるだけ面白い。面白く言った方がいい。その説明には。I think some, yeah, ごめん。その話途中すみません。だって歩き書く委員会さん。日本人同士すごいローカルなネタは別の地方に住んでる人には分からないとかありますね。いやでもそれは普通の会話してたって同じじゃないですか、結局。知らないことはやっぱ分からないから、それはなんか理解もできないし、だからそういう意味では何を知ってて何を知ってないかっていうのは多分初対面の人には分からないから、そこの多分難しさはあると思うんですよ。この人が何を知ってるのかって分からないから。だから僕、営業マンだった時期に、もちろんなんか僕ビデオゲームで作って専門用語が多くて、なんかゲームはグランドセフトオートだったんだけど、社内で GTA だけと呼んだりして。グランツーリスモ？ごめん、がっかりさせます。グランドセフトオート、グランドセフトオート、違うやつ。運転するやつじゃなくて、奪うやつ。でもなんか、よくうちの社長さんが一緒に営業して、もう専門用語やめてください。社内用語、外見で使わない。別に秘密というわけじゃなくて、ただ、一般人わからないからな。なんかその省略語とか、ちゃんとみんな分かってもらうように言わないといけない。特に僕の日本語、特に日本語のライブでは、繰り返しことが多い。同じことを2回言う。2回言ってる。確かに。それは技術ですか、それも。技術、みんな分かってもらうため。そうか。Like, I went to Uniqlo. The Japanese Gap. Uniqlo. Japanese Gap. Japanese Gap. みたいなことを言うし。その時でもそうすればいいんだね。繰り返して、なんか授業の時、クラスルームティーチングの時も。だけどそれはなんか聞いてる人が分かるかどうかが分かんないから、いっぺん言ってリアクション見てもういっぺん言うってことですよ。はい。
だからあと面白い、ちょっと脱線するんだけど、日本語ライブやってる時は2回言う。なぜかという結構難しい言葉言おうとする。意外と難しい日本語分かってる。意外と。でも、意外と。なんか僕の使える単語、分かってる言葉と、割と地味な初心者的な発音、ギャップがある。でも、それはそれでちょっと面白いですよね。でも、そう思ってくれるといいんだけど、そこまで僕はその笑いのコントロールしてない。だから、でもたまになんかその難しい少子化社会。なんか、じゃあこの、多分みんな、客さんがその日本語多分期待してないので、だから、なんか日本人のなんか、人口が減ってるね、少子化してないと言わないと話題がついてない。だからこう、少子化っていうのがスパンって入らないってことね。はい。なんかこの外国人、そのBJ フォークスの、外国人の周りの日本語を喋ってる人が、そこまでなんか漢字の言葉を、報道の日本語わからないだろうと。日本の人が思い込みっていうか前提で、この人は外国人だから、こういう思い込みがあったりするのかな。I think it's like a rhythm. なんか多分ライブの最後に、もう私の日本語のリズムにも慣れてくるから、いろいろできる。でも最初の方はちゃんと、でも笑いの取り方としては多分柔らかいところにあえて硬い言葉を入れるって手もあるんだけど、実は。そう、そのコントラスト。でもだから、なんかすごい、だからどう言えば、スパンっていくかっていうことは常に考えてるんですか、やっぱり。やって、失敗した。じゃあ、次はどうすればいいか。あと、ある程度、私の日本語の限界。なんかもう何回もやってきた、少し分かってきました。だから、そう考えると、多分普段のコミュニケーションと一緒だと思うんですよ、基本的には。ただ、技術的になんかこうやっていくと、なんか多分面白くなるっていうのはあっても、なんか基本的にはどういう言葉、だって普段喋ったって、ちゃんとなんか伝わるかなって思うわけだから、その辺は多分考えてることは多分同じじゃないかなと思うんですけど。一緒だと思う。だから言い訳。一緒だけど、もっと難しいんじゃないかなと思ったりするんだよね。つまり、相手に、普通に喋ってると、相手に伝わればいいだけなので、でも、お笑いっていうのは、プラスアルファで。そんな甘いもんちゃうと思うんですよ。伝えるのだって難しいですよ、そら。そんなに簡単に伝わんないですよ。だって、母語だってそうだし、だって第二言語なおさらでしょ。だからそれは簡単やけど、笑いを取るのは難しいとか、多分そういう問題ではないと思う。そうかな。だから、でも、お客さんに笑ってほしいっていう気持ちがあるじゃない。いや、でも、今の話聞いたら、笑いより前にまず伝わらないといけないですか。笑うか笑わないか以前に。さっき言ったその A プラス B イコール C、A プラス B イコール D にならなきゃいけないんでしょ。その D が難しいんじゃないですか、難しさが。そう思ったのね。でもそこは発想でしょ。だから飛躍すればいいわけじゃないですか。だからなんかポンって飛べばいいわけだから。でもそもそも言葉が伝わってないと笑いもクソもないから、だから僕はそこのなんか飛び方だけかと思う、基本的に。そうか。私はお笑いできないっていうか、なんかしたいんだよね。本当に大好きなので。したい、of course. I mean, I would definitely would like my students to smile and laugh rather than, listen to me with a straight face and a serious face. So I think it's very important in life to laugh, I guess. It's something you can learn. I think it is. Honestly, it's like actually, one other thing I would say, なんかコース、何回もそのコース、ワークショップやってきましたけど、自分が面白いと思って入る人、最終的に面白くない。もう何回も分かってきた。逆に、ちょっとなぜか自分がやりたいか分からないんだけど、ちょっとやってきたと、少しナーバスの人が分かってる。Yeah, it's always the opposite. 僕もそう、僕は別になんか、maybe you could do it. Yeah, maybe I could do it. Maybe I could, become a comedian. You never know. Yeah.
maybe come to your bar and maybe do a live or something. Once I learn. 多分、いくらで結構暗くてシャイな人が上手くなるんじゃないですか、コメディ。逆にその自分が面白いと思ってるやつってのはどうダメなんですか？ I think Okay. I think まずは Okay, 2つ。友達の中で笑い取れる。はい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 。と、ステージ上、ちょっとコミュニケーションが違う。微妙に。そして、自分が面白いと思って、もう何回も、結構あるのは、英会話先生で、自分の生徒さんを笑わせるのが得意人が多い。もう普段の会話で笑わせとるぞ、お客さんを。そして入ってきて、でもステージ上でこういう順番でやらないと、少しだけコミュニケーションが調整しないと、でもそういう人はその調整するような謙遜、なんかそのプライドがあるから調整できない。なるほど。自信がありすぎる。変な例えなんだけど、僕はずっとある2年間静岡英会話センターワーキングホリデーやってた時、ゴルフのショートコースの隣に住んでました。ほぼ週3回くらい通ってた。自分で結構上手くなりました。そしてイギリスに戻ったら、ちょっとじゃあちゃんとしたゴルフやりたいと思って、ゴルフスクールに通ったら、そしてまずはその先生が、じゃあ今 BJ がやってるのは全部間違ってる。まずはその持ち方からスタートしましょう。でも僕は、でも飛ばせるよ、普通に。でも飛ばせる。なんかその、ちょっとプライドもので、ただなんかまたゼロからスタートする気持ちにならなかったから、最終的にゴルフうまくできなかった。同じくその人が、じゃあまずはステージ、こういう持ち方。こういう言い方。いろいろでも自分で、なんかあと聞けない。まず笑いを取るには謙虚さがいるってことですよね。なんかそのでも失敗する謙虚さ。失敗してもいい。失敗して、じゃあ学ぶ。繰り返す。先生とかやってて教室でね、ジョーク言って学生が笑って自分は楽しく授業ができると思ってる人に行くと多分ダメなんですね。自信が打ち砕かれるんですね。2つって言ってもう1個ありますか？それプライド1つ。大体、あと3分ごめん。笑いは何なのか少し思い込みすぎてる。笑いはこういうものだ。なるほど。日本人もそう、その笑いは、じゃあネットフリックスで見て、こういうことをやらないといけない。こういう有名人がこういうふうにしてるから僕もやらないといけないと思い込んでて、それも捨てるのが、まずは捨てないと、笑いがまずは自分のやりたいことをしないといけない。わかります。アンラーニングだ。unlearning. I think it's unlearning, yeah. There's one question I'd really like to ask you before we finish, and that is, what is the most essential, perhaps the most essential element or needed to become a comedian? What do you need to become a comedian? Honestly, you just need to want to do it. Oh, okay. Yeah, you need to, in the end, 今もう何回もやってきて、毎週を週3回オープンマイクに参加する人が最終的に成功する。in the end, 時間の問題。どんなに面白くても、どんなに一発ギャグ言えても、in the end, it's like, ファーグルとみどりさんの旦那さんもそうなんだけど、病気ほどじゃないんだけど、少しなぜか、自分なぜやりたいのかわからないんだけど、やりたい。ファーグの場合は別にコメディに多分なろうと思ってない。ただ冗談書くのが好き。僕はよく目的はないんだけど、やらないといけない。最終的にそれ、時間の問題。コミットメントっていうかね、そういうことですよね。It's because it's hard. It is hard. Yeah. All just comedy is working in full time and just, 働きながらみんなやってますもんね。Yeah. So you have to want to do it. Yeah. So, Richard, よろしくお願いします。次のワークショップ。次のワークショップ。One candidate, at least. そうですね。そろそろ9時
で、そろそろ終わりなんですけど、BJ フォックスさん、本当にありがとうございました。私たちのセッションに。また、東京コメディバーに見に行きますし、私もワークショップに参加して、笑いのはい。謙虚に習いたいなと思ってます。Yeah, we'd よろ like しく to お be 願い。 more interesting than we are. Yes. I mean, I thought you were all very interesting. Thank Oh, you yeah. very much. oh, really? Thank you very much for Yeah, that. thank you. Yeah, honestly, thank you very much. I actually enjoyed talking very much. I like the questions, and as I was answering, it made me think a lot as well. So thank you for the opportunity. Great. Thank you very much. Yeah. ありがとうございます。じゃあ